こんにちは、ポリフォニーの田上です。今日は中国地下アイドル解説ということで、実は今ね、中国で地下アイドルの大人気が急速に拡大しているということなんです。その熱気をね、追っていこうと思います。で、中国では地下アイドルのことを地下偶像というふうに読むそうで、あるいは略して地偶というふうに呼んでいて、中国の発音では DO というふうに呼ばれているそうです。で、彼女たちは今や北京とか上海とかその他多くの地方のライブハウスですね。で、オタクを熱狂に埋め尽くしている存在ということです。とても盛り上がってるんですね。なので今回はまず中国の地下アイドルの歴史をたどってみたいなというふうに思います。で、この動画を作るにあたっては、ルルさんという方がノートで中国の歴史について詳しく書いておられまして、ちょっとそれを参考にさせていただいたので、概要欄にそのリンクを貼らせていただきますので、中国の地下アイドル事情について知りたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひそちらのノートの方もご参照いただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いします。それでは始めます。まず、現在の中国の地下アイドル文化っていうのは2021年から2022年頃から火がつき始めたんですね。で、2023年頃に北京などの都市部を中心に拡大して一気に人気が広がっていきました。で、2023年が中国地下アイドルにとっての元年というふうに呼ばれていて、ニッチな現象だったその地下アイドルのブームがどんどん主流になっていった、もうメジャーな人気にね、もうなっていったというふうに言われています。日本の地下アイドル文化が中国に伝わったのは10年以上前ということで、中国で最初の地下アイドルは2011年に結成されたルナというグループだったというふうに言われています。で、その後の10年で新流少女というグループであったりとか、アイドルスクールといったグループが次々と誕生していったということなんですね。でもその時は大きなブームというまではいきませんでした。ちなみにアイドルスクールをプロデュースしていたのは元モーニング娘。のリンリンさんだったということで、私はモーニング娘。が好きなので、もちろんリンリンがいた時も応援してたんですけど、はい、そのリンリンがセカンドキャリアとしてアイドルのプロデュースもしていたということで、そこでも活躍していたんですね。で、地下アイドルではないですが、2012年に AKB48 の姉妹グループの SNH48 が上海に誕生しました。で、こちらに関して SNH48 については後ほどお話をさせてもらおうと思います。で、2017年には究極ウルティマというグループが上海で誕生します。で、この究極ウルティマはその後の上海地下アイドルシーンを牽引するような代表的なグループになっていくんですね。で、その後究極ウルティマに続くいくつかのグループも誕生して、中国の地下アイドルをどんどん盛り上げていくという流れになっていました。しかし2020年頃から流行りだしたコロナのパンデミックによって、あらゆる経済活動が縮小していく中で、アイドルも活動自粛だったり停止を余儀なくされていきます。地下アイドルなんて本当に小さいライブハウスで本当にぎゅうぎゅうにこう入って盛り上がるような、結構ライブ形式がやっぱり基本となっていくので、やっぱりそういうアイドルっていうのは大きい会場でこうライブをするアイドルよりもより活動がしにくいっていうのは時期としてあったんじゃないかなというふうに私も予想されます。ところが2021年頃から徐々にね、アイドルグループがまた増え始めて、2022年には40組にまで増えました。この時期に地下アイドルが増えた理由としては、これもパンデミックが原因なのではないかなというふうに思っています。以前の中国の地下アイドルオタクは日本に来て日本のアイドルを応援してたんですね。それがコロナになって日本に来れなくなったことで、だったら自分の国の地下アイドルを応援しようというふうに流れとしてなっていて、ちょっと盛り上がっていったということなんですね。で、そういう中で当然その受け皿となる中国の地下アイドルもどんどん増えていきます。ちなみに中国地下アイドルオタクの間には
週末だけ日本人っていう風な言葉があるようで、これは週末だけ日本に来て日本人のように推し活をするという風に、その現象をそういう風に呼ぶみたいです。はい、それがコロナによってできなくなって、だったら自分の国でということで地下アイドルがどんどん発展していったという流れがあったみたいです。でそんな感じでコロナも徐々に収束していく中で、自粛を余儀なくされていた究極ウルティマのような初期から活躍していたねグループも再び息を吹き返して、どんどんまた人気が上がっていくんですね。でまた新しいグループも続々と誕生していきます。そしてその流れはコロナ収束後も続いていきます。2023年頃には90組以上の新しい地下アイドルが誕生して、2024年頃にはほぼ倍の170組以上の新しい地下アイドルが誕生したということですね。この2023年から2024年にかけての地下アイドルの人気っていうのは本当に凄まじくて、一つの指針としては中国にはウェイボーっていうねSNS がありますね。そこでの究極ウルティマのフォロワー数なんですけれども、2023年には2700人ぐらい、約2700人がフォロワーさんとしていらっしゃったんですけど、2024年には約12万2000人にまで跳ね上がっているということで、もうすごい人気の上がり具合が凄まじいですよね。で究極ウルティマだけではなくって、あらゆるアイドルグループの SNS のフォロワー数が同じように上昇していきました。このように2023年から2024年にかけて中国の地下アイドル文化っていうのは一気に花が開いていくという流れになってます。なんですけど、しかしそんな中で2024年の5月ですね、中国のアイドルシーンを黎明期から牽引してきた究極ウルティマが解散するという風になってしまうんですね。2024年は歴史のあるグループが解散したりとか、メンバーの卒業とかメンバーの入れ替わりとかが多くて、ちょっと混乱した時期でもありました。でそんな混乱期の中で新たな中国アイドルの覇権を握ったのが究極ウルティマの姉妹グループになっていた惑星ボルテクスというグループでした。このグループに関してはまた後ほどお伝えしていこうと思います。そして今2025年なんですけれども、今はもうね300を超える地下アイドルグループが中国には存在しているというふうに言われています。1日あたり約15件ぐらいのねアイドルイベントが開催されて、上海では20から30組以上のグループが出演する大型のフェスとかもね増加してまして、でそのブームは現在も中国各地にね広がり続けているということですね。今の中国の地下アイドル界隈はもうまさに戦国時代という感じになってます。ここまで中国のアイドルの歴史をお話ししていきました。そのような感じでね急速に拡大をしている中国地下アイドルなんですけれども、それゆえにというべき課題もねやっぱり抱えています。それはオリジナル楽曲が不足しているということです。オリジナル楽曲を持っている中国地下アイドルは一部の大手だけで、ほとんどのアイドルグループが日本のアイドルの楽曲のカバーをパフォーマンスとしてやっているんですね。で中国のオタクアイドルオタクの方が日本の地下アイドルの現場を中国でも楽しみたいということで始まったのが日本の楽曲でのパフォーマンスをするっていうことで、その需要が合致していたということですね。もともと日本で応援してた方が中国でも応援しようということで広がったので、日本のパフォーマンスが見れたらもともとオタクの皆さんも嬉しかったということですね。はい、なので最近地下アイドルになった人の中には日本のアイドル楽曲は知ってるけどアイドル自体は知らないっていう人もいるぐらいなので、それぐらい日本のアイドル楽曲っていうのは中国の中でも有名っていうことですね。その結果日本の地下アイドルが中国でライブを行った時にこの曲はこのアイドルが歌ってたんだっていう風に初めて知るっていうこともあるみたいです。あとはアイドルソングを作る中国人のクリエイターっていうのがあまりいないっていう現象もオリジナル楽曲がなかなか広まらない原因となってたみたいですね。
アイドルオタクがよくやるミックスってあると思うんですけど、そのミックスに合わせて作曲する、ミックスが打てる場所を作るとかね、多分そういうことを工夫してアイドルの楽曲は作られているんですけれども、そういうのを考えて作曲するっていうのは技術が必要で、なかなかそのねクリエイターがまだ育っていないという現状はあるのかもしれないです。でもちろんこれには著作権の問題も発生してくるんですね。これはプロとしてね地下アイドルをやっているというよりかは半分アマチュアみたいなものだったんで、あまり問題にはなってなかったんですね。しかし地下アイドルがどんどんね注目されていくにあたって、これではちょっとよろしくないんじゃないかなっていうふうなことになっていきます。で2024年には TIFF 東京アイドルフェスティバルが日本では大きいフェスなんですけれども、アイドルのフェスなんですけど、それがね上海の方でも行われました。でそこに出演するには全てオリジナル楽曲じゃないといけないというルールがありました。著作権上の問題でね。で当然オリジナル楽曲を持っていないアイドルは出演したくてもできないということになりまして、そんな流れもあって中国の地下アイドルもオリジナルの曲を持とうということになって、オリジナルの楽曲を作るようなグループも増えていきました。とはいえね、先ほどもお伝えしたんですけど、中国のクリエイターで日本の地下アイドルみたいな楽曲を作れる人っていうのが、今はちょっとまだなかなかいないというのが現状かなというふうに思います。これから今2025年はこんな感じなんですけど、もしかしたらどんどんね中国のクリエイターの人も素敵な作曲をするようになるかもしれないので、ここからまた新しい発展があるかもしれないですね。ということでね、現在日本の作曲家コンポーザーに楽曲制作の依頼っていうのが殺到している状況みたいなんです。で今後もニーズはさらに増えていくと見られています。欅坂46とか電波組インクとかフルーツジッパーの楽曲を作られている山本翔さんっていう方とか HKT48 のデビュー曲を手掛けた小林雄二さんなどの有名なクリエイターの方も中国の地下アイドルの方に楽曲提供されているということで、やっぱり中国って市場も大きいですよね。人口も多いからね、地下アイドルがそれだけ力を発揮するということで、なんか面白いなというふうに思います。今ここに出たようなアイドル、欅坂とか電波組とかってもう本当に日本でいうと全然地下とかではない、もっとめちゃくちゃ大きい規模のみんなが誰でも知ってるようなアイドルなので、なかなかそういった方に作曲を依頼するって金額的にも多分かなりかかるはずなんで、それだけ地下アイドルが盛り上がってて力が入ってるんだなっていう風に感じますね。でそんな風にして作られたオリジナル楽曲なんですけれども、当然オリジナル楽曲なんだから中国語で歌われてるんだろうなっていう風に普通は思うんですけど、実はねオリジナル楽曲であっても日本語で歌われることが多いみたいなんですね。これびっくりですよね。あくまでも日本の地下アイドルの再現っていうのにこだわってて、中国のオタクも日本語の歌詞で曲を聴きたいというふうに思っている人が多いみたいです。なかなかその感覚っていうのが不思議ですね。確かに、私たちの感覚で言うと、日本でも例えば韓国の K-POP のアイドルとか人気なんです。で K-POP も日本で人気やから日本語バージョンの歌詞で歌い直したものもあったりするんですけど、案外日本語で歌ったものよりも韓国語で歌ったままのやつの方が日本でも広がってたりとか、そういうのがあるんですよね。やっぱりなんかその地のアイドルを応援したいっていうのはその言葉も含めてっていうのがあるのかもしれないです。中国のアイドルだけどやっぱ日本のアイドルを応援したいっていう流れから来てるから、そのあたりもあるんですよね。これがちょっと歴史の流れをたどっていたからこそ面白いところですね。とはいえやっぱり口ずさむとかそういったことを考えると、やっぱり自分に馴染みのある母国語を歌ってもらえると歌いやすかったりするっていうのもあるので、最近はね中国語で歌われることも増えてるみたいです。今後中国の地下アイドルがどんな風にねオリジナルの楽曲を発展させて独自のシーンを形成していくのかっていうのが注目されますね。で中国の地下アイドルオタクっていうのは20代から30代が中心で、とってもね若い人が多いんですよね。で応援のスタイルもとっても熱狂的で、ミックスとかオタゲーとか、日本でやってるようなそういった文化が応援スタイルっていうのが完璧に再現されているということで、
そこで本当に楽しんでいた方が上海とか中国の各地でも盛り上げているということがありますし、あとは中国独自でね進化したオタ芸っていうのもあるみたいです。リフトとかサーフとかね、ちょっとね危ないねやつ人をこう持ち上げたりするので、全然落ちる危険性もあるんですよね。そういう今はね日本ではもうちょっと禁止されているような応援スタイルもまだそんなに規制されていないっていうのがあるみたいで、自由に行えるようなライブ会場も多いみたいで、一昔前の日本のアイドル現場みたいな雰囲気があるみたいです。またあとは推しのアイドルだけじゃなくって、どのアイドルであっても応援するっていうのが中国人のオタクの特徴としてあるみたいです。その応援がそもそも楽しいっていうのがあるんでしょうね。それは日本のアイドルオタクも割とそうですけどね、もう盛り上がれる時はもう自分の応援してるグループじゃなくても盛り上がるっていうのはオタクに共通していることかなっていうふうに個人的には思います。つまりちょっと熱い現場っていうことですね、中国の方も。で、中国でとっても知名度のあるインフルエンサーの方に山下智博さんっていう方がおられるんですけれども、その方が中国のアイドルについての動画をアップされていたので、その動画から中国の地下アイドルのオタクの声を2つ紹介します。まず1つ目なんですけど、以前は SNH48 を応援してたけど方向性がね変わってきてあまり見なくなった。そんな時に対バンで地下アイドルを見て、彼女たちのライブが素晴らしかったので高速鉄道を使って通うようになった、こんな意見がありました。で、2つ目、地下アイドルは SNH48 の演出とだいぶ違う印象。みんなすごい情熱的、ステージの上のパフォーマンスだけではなくファンと共にも作り上げている印象がある、中毒性がある、普通のアイドルとは違うといった意見がありました。概要欄に山下智博さんの中国地下アイドル会場が日本好きオタで溢れていたのでいろいろ聞いてみたという動画があるので、ちょっとそれも概要欄にリンクを貼っておきますのでよければ見てみてください。ちなみに余談なんですけど、 SNH48 の話が出てきていましたけど、 SNH48 っていうのは2012年に中国の上海で AKB48 の姉妹グループとして秋元康さんのプロデュースで誕生しました。しかしその後 BEJ48 北京ですね、あと GNZ48 広州ね、そういった姉妹グループを勝手に作って日本の運営と揉めて2016年に独立というか乗っ取られて、今は日本の48グループとは関係のないグループとして運営されてるんですね。ちなみにその後 SHY48 新陽、 CKG48 重慶といった姉妹グループもできました。本家の方もねちょっとその勝手な広がりをちょっと黙ってなくて、2017年に AKB48 チーム SH という48グループが再度中国の上海で AKB48 の姉妹グループとして誕生してるんですね。こちらは今でも AKB48 の公式グループとして活動しています。なのでちょっとね別物として発展していったものと公式のものとあるみたいです。このように中国で2つの48グループがあるので、ちょっとね状況分かってない人からしたらややこしい、どっちが公式でどっちが非公式かなかなか分かりにくいっていう状況があるみたいです。話を戻しまして、 FNN プライムオンラインという YouTube のチャンネルに中国の地下アイドルを特集した動画がありましたので、そこから中国アイドルたちの声を紹介していきたいと思います。1つ目、日本では地下アイドルの本場で私たちが憧れている先輩や好きな音楽がたくさんある。2つ目、日本でライブができるなら本当に嬉しい。3つ目、夢は東京ドームで歌うことなどの意見がありました。中国のアイドルにとってはやっぱりね日本のアイドルが憧れっていうのがねあるみたいです。概要欄にねその動画のリンクも貼っておきます。中国のアイドルと日本のアイドルの交流っていうのも深まっているんですね。で、日本のアイドルが中国の方でライブをしたりとか、逆に中国のアイドルが日本にでライブをするっていうことも増えてきてみたいです。で、日本のアイドルが中国に行くと本場のアイドルが来たっていう感じになって、とっても集客が増えるみたいです。それぐらいとっても人気なんですね。
あとは日本のオタクに対しても中国のそのオタクの皆さんはリスペクトされていて、本場のオタクが来たってことでとっても歓迎されるみたいなんですね。そんなことで日本の地下アイドルの中国遠征を追っかけて中国に行ったら、そこで見たね中国の地下アイドルにハマる日本人のオタクも出てきているということでね、相互作用がちょっと出てきて両方が盛り上がっていいことですよね。また、中国人が日本の地下アイドルグループに加入するっていうケースも出てきています。 HTB 北海道ニュースっていう YouTube チャンネルで紹介されてるんですけど、秋月花火さんという名前で活動されている方で、現在は北海道のアイドルグループモーウェイに所属されています。彼女は中学生の頃から日本のアニメが好きで、アイドル系のアニメを見てアイドルに憧れるようになって、いつかは日本に住みたいっていうふうに思って日本語の勉強を始めて、留学で日本に来たのを機に地下アイドルになったそうです。でもやっぱりね、言葉の壁っていうのがあって、なかなかファンとのねコミュニケーションができなくて苦労してるみたいです。そんな中でも日々頑張って徐々にね推しの方を増やしているみたいですよ。そんな花火さんを紹介している動画も概要欄に貼っておきます。ここからは今ね注目されている中国の地下アイドルを2組紹介していきたいと思います。1組目はさっきのね歴史のお伝えしたお話でも出てきていた惑星ボルテックスというグループです。惑星ボルテックスは2022年10月の4日に結成された上海で活動しているエレクトロニックロックアイドルです。上海のトップグループ、中国で最も人気のある地下アイドルグループというふうに言われています。とてもパワフルなパフォーマンスと熱心なオタクの応援が特徴的でして、昔のねビッシュみたいな熱気のある現場でアイドルとオタクが一体になって盛り上がるような現場になってます。でエレクトロニックロックっていう、音楽の分類なんですけど、それを基盤とした楽曲は中国の地下アイドルの中でも異色で激しいサウンドが中毒性を生むというふうに評されています。あとはね推しのメンバーだけではなくグループ全体を応援するっていうこととか、遠征してでも現場に通うっていう、そんなね熱心なファンがとっても多くて、コミュニティの結束の強さも特徴です。2024年の6月には名古屋で行われた大型のアイドルフェスにも参加されてますね。その後もたびたび来日公演も行っているようなグループです。しかしこれまで4人で活動してたんですけど、10月7日に2人のメンバーが卒業してしまいました。今はね新体制に向けての準備中ということで、来年にはね再稼働するということなので、それまでちょっと活動は見れないんですけど、これからね新生惑星ボルテックスに期待したいなというふうに思います。2組目がスターウィンクです。スターウィンクは2021年の4月1日に結成された、上海を拠点としている9人組の王道アイドルグループですね。現在のメンバーはモチ、レミキ、ナナ、リオン、ユウ、ヨルコ、コイモ、ボル、ミオ以上の9名で構成されているということです。オタクの方々からは青春の匂いがする、学生のような純粋さがあるといった声が多く、グループの雰囲気が若者文化に直結しているというふうに評価されています。メンバーについてねちょっと3人ピックアップしてご紹介していこうと思います。まずはねモチさん。モチさんは、笑顔が明るい、歌声が安定しているというふうに評価されていて、癒しキャラ的な存在みたいですね。で2人目ナナさん。ナナさんは元気で明るい、青春感が強いというふうにファンから支持されています。グループのムードメーカー的な役割を担ってて、現場でも熱気を引き出す存在にもなっています。 SNS ではね七推しの声がとっても多くて、写真とか動画のシェア率もとっても高い努力家のメンバーということですね。3人目がヨルコさんなんですけれども、表現力が豊かでステージでの存在感が強いというふうに評価されています。パフォーマンスの迫力がすごく話題になっていて、ファンから現場で一番輝いていたというふうな声もとっても多く上がるメンバーになっています。2024年12月に東京でもライブを行ったんですね。で2025年の8月3日には TIFF の2025にも参加しました。で彼女たちは日本の TIFF に参加した
最初の中国本土の地下アイドルグループという風になったので、ちょっとね歴史的な瞬間だったかなという風に思います。ここまで中国で人気の2組の地下アイドルを紹介してきました。それ以外にもねたくさんグループがあるので、興味のある方はビリビリ動画という中国のね動画サイトがありまして、そこでチグーというふうに検索するとたくさん見つかるので、ぜひ探してみてください。ここまで中国の地下アイドルについて紹介してきました。で、日本の地下アイドルとか、あるいはアイドル文化っていうのはすでに成熟期を迎えてまして、良くも悪くも完成された形になっているのかなというふうに思います。一方、中国はこれから発展していくような段階で、卵からヒナに帰ったばかり、そんな様相も呈しています。ある意味一番面白い時期に差し掛かってるんじゃないかなというような気もしますね。最近推したいアイドルが見つからないなっていう人とか、中国のアイドルを選択肢に加えてみるのも面白いかもしれないですね。このブームがねさらにね拡大していったら、数年後には数千、さらには数万ものアイドルグループが中国国内で誕生するような可能性もありますよね。中国は本当に広くて人口もとっても多いですから、その中から国を代表するようなグループとかスターが生まれてくるようなことも十分にあり得ると思います。今後日本に遠征してくるような中国の地下アイドルもどんどん増えていくんじゃないかなというふうに思います。もしこの動画で興味を持った方は、ぜひ実際にね中国の地下アイドルを見に行って推しを見つけてみるっていうのも楽しいと思います。あなたの推しがね未来のスターになるかもしれませんので、ぜひちょっと探して応援してみてください。こんな感じで今日は中国の地下アイドルを紹介していきました。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。